どうも皆さんこんにちは、のび太です。日本では出生率が下がっていて、女性はまだまだ結婚、そして子供を持つことに対してプレッシャーを感じていると思います。皆さんは不育症という言葉を聞いたことがあるでしょうか？このように日本語では不育症というふうに呼びます。これは不妊症とは違うもので、不育症の場合には受胎をする能力自体はあります。ただ何度妊娠しても流産を繰り返してしまうということになります。日本ではそのような女性はどのような問題に直面しているのでしょうか？見ていきましょう。結婚したのは27歳の時で、ちょうど今年で結婚5年目ですが、子供はまだいない。で、なんでかというと、28歳の時に1回、29歳の時に2回赤ちゃんを流産してしまった経験があって、流産するかもしれないみたいなことは頭の片隅に置いてはおくと思うんですけど、まさか自分に限ってそんなこと起こるはずないって、心拍が確認できたら大丈夫っていう話を聞いていたので、かなり予想外。まさか自分がっていうのは、そういうショックはめちゃめちゃ大きい。女性として劣ってるんじゃないかっていう気持ちがどんどん強くなっていった。夫もちょっとトラウマみたいになってたんで、自分が妊娠させたせいで相手がこんな辛い目に遭ってしまうんだみたいな。当然悲しくはあったんですけど、やっぱりその流産自体のイメージが身近になさすぎて、ちょっとフィクション寄りじゃないですけど、大体その妊婦さんに不幸なことがあって流産してしまうみたいなっていうイメージがあったので、あの時ちょっと急いで走っちゃったからとか、そういう部分のせいで、もうちょっと自分ができたこともあったのかなみたいな。3人子供を死なせてしまっているわけですよ。もう生きてる価値ないから死のう。子供を死なせてしまった責任を取ろう。夫に申し訳ないから私が死ぬことで先に進んでもらおう。自殺をしようとしたんですね。で、結局うまくいかなかったので、今こうやって生きてるんですけど、あまり見ないぐらいの落ち込みようというか、安易に大丈夫だよとも言えず、具体的なこうしたら絶対大丈夫みたいな部分があるわけでもないので、そうですね、本当に、声をかける内容自体はすごい悩みましたね。同僚とか友達とかは妊娠しました、出産しましたって感じで、みんなすごい順調に進んでいくんですよ。それこそもう2人目ができましたとか、やっぱおめでとうって言わなきゃいけない。でも流産を経験している身としては、おめでとうっていうのができなくなってしまった。私ってなんて性格が悪いんだろう、なんて心の狭い人間なんだろう、すごい自分のことが嫌いになってしまって、妊娠しても出産ができないっていう体への自信なくなっていったし、おめでたい報告とかを祝福できない自分の心の狭さも嫌いになって、生きてる価値がない人間なんだなって、うつ病になってしまったし、同じような女性も多いんじゃないかなっていうのは思いますね。他の方から見たらわからないことですけど、女性はやっぱり命が宿ったと思って生活をしてるわけですね。やっぱ心拍が確認しても、その次の検診では、心拍聞こえません、亡くなってますみたいなことを言われるのを繰り返すので、一回喜んでまた突き落とされるみたいな、何が悪かったんだろうってやっぱり悩むんですね、女性って。自分が悪かったのかなっていうふうに、やっぱ女性自身は自分を責めてる人は多い。妊娠することさえも怖くなっていくっていうか、みんなは妊娠した時点で多分すごく喜んで、周りに報告したりとかあると思うんですけど、やっぱり流産繰り返していると、自分自身がまた流産して悲しむんだったら喜んじゃいけないとか、またダメなんじゃないかっていう思いを抱えて過ごすので、妊娠することがすごく負担になってくる感じです。そういう概念が入ってきたのがここのところ20年30年なので、そういうところの知識はなかなかまだ持たれてない先生もおられたり、
一般の産婦人科ではなかなか運が悪かったからまた頑張ったらみたいなことを言われてしまったりする場合もあって。これまで見てきた中でどういった悩みを抱えていらっしゃる方が多いですかね。子供は生まれるのが当たり前というふうに思っている方も多いですので、それがうまくいってない方たちっていうのが言い出せないっていうようなことがあったりします。特に不育症に関して言うと、それはあなたが動いたからでしょとかね、動きすぎたんじゃないかとか、その仕事を辞めてそっちに専念しなさいとかですね、仕事を辞めて安静にしてたから流産しないっていうようなものではない、なかなか理解してもらえる方が少なくて、そういう意味で、うつ気味になってしまうような方っていうのもおられると思います。男性自身もすごくやっぱり傷ついていて、その男性がその悲しい気持ちっていうのは表出する場っていうのは女性よりもさらに少ないかなっていうふうに思うんですね。我が家の場合もやっぱり私を支えなきゃいけないっていう気持ちの方が先に動いて、そういう弱気なこととかそういうことは一切言えなかったっていうふうに言っていたので。結婚してそれなりに年月経つと子供いないのとか作った方がいいよみたいな発言ってよくされることあると思うんですけど、流産直後にそういう言葉かけられるっていうのはかなり相当きつかったですし、本当にこれも悪気なくな方もいるとは思うんですけど、初詣行かなかったからだとかそういう迷信めいたこととか、無理したんじゃないのとか、ただそれって当人自身が一番振り返っては悔やんでいる、本当にそれが原因なのかっていうとそうでないっていうケースもある。そういった誤解とか偏見みたいなものっていうのはなくなってほしいですね。日本では 15% の確率で流産すると言われ、日本人の方が思っているほど珍しいものではありません。またほとんどの場合、染色体異常によって起こるということが分かっています。受胎をした時点でその胎児の命は決まっているということになります。それはその女性のせいではありません。妊婦さんが高年齢でなくても起こる可能性はあります。確かに特に35歳を過ぎるとその確率は高くなるのですが、彼女のようにまだ20代であっても起こってしまうこともあります。ただ日本では理解不足の人が多く、その女性が何か悪いことをしたと思い込む傾向があるようです。いずれにせよですね、不育症の検査を受けるまでははっきりとしたことはわからないということですので、もし流産を繰り返すようであれば、なるべく早く夫婦で検査を受けるということが大事です。そのことに関して先日アメリカ人の友達と話をしていて、ちょっと思うことがあったのでシェアさせてください。There are people who don't take care of their own health, and there are people who don't take care of the health of an unborn baby. That's true, but miscarriages are so common, so normal, so natural. I would never assume that just because somebody had a miscarriage, it was because they didn't take care of themselves or their unborn baby. I think that's terrible. That would be, gosh, I don't even know what to compare that to. It would be a terrible misreading of the situation. Maybe it's more common to talk about these things in the States, or maybe it's more common to talk about them where I grew up. I'm from a place in the States that I think is generally pretty open about these kind of things. We actually had a lot of sex ed in my school district. They did cover quite a lot. Did you ever learn about any of that sort of thing in sex ed in school? Did they ever teach that in like a health class? Or? I actually don't remember anything. Yeah. 彼と話をしていて思ったのが、学校でもどこでもそういうのを習ったことがないなと思ったんですね。日本では性教育がすごく乏しいので、性に関して不妊とか不育とかそういったことは学ぶことができないんですね。これは結構問題だと思っていて、ほとんどの人が流産に関して理解できていないのも当たり前かなと。もしかしたら考えたこともなかったかもしれませんね。なかなか周りからは理解してもらいにくいので、死っていうんですか、日本人ってタブー視するとこがありますよ。そういう会話をするとかっていうのもはばかられるし、私も実際に誰かに相談したいなと思ったけど、やっぱり流産を繰り返してるっていうのを例えば友達とかに言った時に、相手が多分どう反応していいかわからないだろうなっていう思いもあって、だからどんどん言えなくなっていくので、やっぱり精神的にバランス崩してしまうっていう方はいらっしゃるかなというふうに思います。助けられたというか、これは自分のためになったなってことありますかね。
通っていた保育所の病院にメンタルケアの窓口っていうのが併設されてたんですね。また死なせてしまったっていう話をした時に、何言ってるの、あなたはずっと赤ちゃんのためにできること、検査も治療までして亡くなった今も子供たちのことを思ってこんなに泣いてくれる優しいお母さんってなかなかいないと思うよって。子供がいないってずっと言うけれども、3人の子供をお腹の中で育てた立派なママなんですよって、すごく心が軽くなったんですよね。それこそ自殺を考えたりしていた時もあったんですけど、3人の子の母親として頑張って生きていかないとダメだなっていう風に、そこでようやく思えた。入院中のそのお部屋にいる時に来てくださったその助産師さん、結構気持ちの部分に寄り添ってくださったんですよね。ご本人だとか知ってる方が同じ経験をされて辛いよねって、気持ちに寄り添ってくださる。あまりその流産を経験したっていう話を私自身それまで聞くことってあまりなかったんですよね。なんか自分だけなのかな、こんな経験しているのはって孤独感を増していたんですけれども、意外とは同じ経験している人って表だって話さないだけでいるんだなって、情報を共有すれば改善できる部分とか今後あるんじゃないかなって、なんかその時ちょっと光が見えたみたいなところはありました。3度の流産を経験したアスカさんのうつ病はまだ完全には治っていません。ただそんな中で彼女は去年ブログを始めました。その関連する情報や自身の経験などを漫画で伝えています。それは同じ状況にある人たちを助けるため、そして日本での意識を高めるためです。こういう状態になってる女性って私だけじゃないだろうなって、責任を感じすぎて自殺とかされてしまったら本当にかわいそうだし、そういう風になってほしくない。先生に教えてもらえなかったりとか、検査をする時もどんな検査をしたらいいんだろうっていうところも孤独に情報を集めなきゃいけなかったので、そういう苦労をする方一人でも減ってほしいなっていうのを願ってやっていますね。Thank you for watching. If you wanna watch this type of content more, please consider making a small donation. That's gonna help me keep covering important social issues and trends in Japan.